ゆっくりしていってね。マリサは相変わらずユリアンがうまいわね。タックルコンボは得意なんだぜ。ミスった。空中吹きしたわ。ここでリバサ信頼よ。あら？やったのぜ。ちょっと待って、私今確かにリバサ信頼を打ったのよ。あ、そうだったのか。でもおかしいわね。ボタンを押すタイミングはバッチリだったのに信頼が出なかったのよ。ああ、それは TDK 状態ってやつだな。TDK、何それ？詳しく教えてちょうだい、マリサ。では解説していくぜ。TDK 状態ってのは簡単に言うと、空中復帰の着地に攻撃を重ねられた時、リバサ無敵技で割り込めなくなる状態なんだ。割り込めなくなるっていうのがよくわからないんだけど、最速で技が出せなくなるの？まずはこれを見てもらおう。空中復帰からリバサで技を出す場合は、この着地したフレームでボタンを押す必要があり、成功すると、次のフレームでリバーサルの表記とともに技が出る。ふむふむ。なおこの時、通常技でもリバサは可能で、その代わりリバーサル表記は出ないぜ。通常技でも必殺技でも、正しいタイミングでボタンを押せていれば最速行動は可能なわけね。ああ、そうだ。そして通常、着地に攻撃を重ねられていても、リバサで無敵技を出していれば割り込めるんだが、こういう状況だと。あら、着地したフレームで体力が減ってるわ。これってつまり、ああ、重ねられた攻撃を食らってしまってるので、当然無敵技は出ないぜ。さっき割り込みに成功してた動画では着地のフレームで攻撃を食らってなかったから、そのフレームでは無敵状態だと思ってたんだけど、どういう違いがあったのかしら？それは、空中復帰する前に食らっていたコンボによって変わってくるんだ。割り込みに成功していた動画では、肘から EX ヘッド、中 P というコンボで空中追撃可能時間が0の状態で着地していたのに対し、先ほどの動画は、肘から中 P というコンボだったため空中追撃可能時間が残っている状態だったんだ。それってつまり、空中追撃可能時間が残っている状態だと、着地のフレームが無敵状態ではなくなって、そこに攻撃を重ねられたら食らってしまうから、リバサが出せなくなるということかしら？その通りだ。そして、その空中追撃可能時間が残った状態で着地した状態を TDK 状態と言うんだ。そういうことだったのね。これを利用すれば、相手のリバサ無敵技を気にすることなく着地攻めをすることができるようになるぜ。これは強力ね。ただし注意点として、TDK 状態の相手に浮かせ技を当ててしまうと、空中追撃可能時間が初期化されないため、そこからあまり追撃できなくなってしまうんだ。リバサ技のリスクがなくなる代わりに、技によっては追撃のリターンも安くなってしまうわけね。ところで、TDK 状態であっても、着地に相手の攻撃が重なっていなければリバサで技を出すことはできるのよね？そうだぜ、結局は着地のフレームが無敵かそうでないかの違いしかないからな。そのため、自分が今 TDK 状態かどうかわからないけど割り込みたい、という時は、着地のフレームで無敵技のコマンドを完成させつつ、レバーはガード方向に入れておくようにすると、TDK 状態で相手の攻撃が着地に重なっていた場合はガードになるし、TDK 状態でない、または重なっていなかった場合は無敵技が出るから割り込めるぜ。TDK 状態でも大丈夫なように、ガードで保険をかけながら割り込みを試みることができるわけね。とまあ、TDK の解説としてはこんな感じだ。ありがとうマリサ、おかげであの時、私がリバサ信頼のコマンドをミスっていたわけじゃないことがわかったわ。それは良かったぜ。ところで、なんで TDK という名前なの？20年くらい前に、立川の大吉さんというプレイヤーが見つけたのが由来らしいぜ。なるほど、格ゲー界隈では、〇〇式みたいに発見者の名前を付けることが多いものね。というわけで、これからは TDK 状態を利用して強力な着地攻めをして、ライバルに差をつけていくといいぜ。ここまでご視聴、ありがとうございました。Channel Dobro Heroes Kubobegai Was? Yeah!